はようございます。ペイです。今回は前々からぜひ行ってみたいと思っていた温泉が豊富にある群馬県に4泊5日のキャンピングカー車中泊旅へ行ってきました。事前の天気予報では雨や曇りの予報で空模様はあまり芳しくありません。しかし目覚めてみると雪。これは今シーズン最後の雪遊びができるかもと期待十分。ただしかし長野県から群馬県にある県境の峠では路面凍結でスタックする車が続出。それでも峠道のあちこちに出てくる温泉の文字にテンションは上がりっぱなし。さあ果たして私たちは今シーズン最後の雪遊びができたのでしょうか。そして憧れの群馬県はどんなところだったのでしょうか。本日は4泊5日のキャンピングカー車中泊旅で巡る群馬県の旅、その2日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。母ちゃん出発しましょう。ソースカツそばセットで、辛いのが山菜そばで舞茸が入ってるね。はい、じゃあいただきましょう。母ちゃん、はい、川原湯温泉に着きました。でここで、お風呂入ろうかなと思ってるんですけど、まだ様子がわからないんで一度見に行ってみてから決めようかなと思います。母ちゃん、ちょっと難しかったね。あれやな。そうですね。あれやね、はい、あっちですね。あれがそうみたいですね。言って書いてますね。だからもう持っていかな、また帰らなあかん、ね、もうここで入ろうか、じゃあここの温泉に入ろうと思います。雪道をね走るとね、やっぱりめっちゃ汚れますね。もうめっちゃ汚れてる。せっかく洗車したのに。特にね後ろがねめっちゃ汚れるんですよね。せっかく洗車したのにもうめっちゃ汚れとる。ドロドロですね。すごいな。こっちの矢印と右の方の矢印があったから、右の方にも多分なんかあるんじゃない？駐車場じゃないの？あれ？現在地大湯がそれでしょ。駐車場か。そうか。すみません。雰囲気あるよね、なんか。すごいね、なんか山の中にポツンと一軒家、言うと思う。一軒言う言うかなと思ったら言いましたね。もうちょっとで自分も踏み切りそうになりましたが、とどまりました。静か。静かですね。静かだ。こんなシチュエーションなかなかないね。ないな。ここには車で来られないようにしてあるのね。明日草津温泉のところ行くんですけど、草津温泉はすっごい有名やけどね、なんかもうね手前からねいろんな温泉があってどっちかって言ったらそういうの方がな好きやな、探す方が。ここはねこんな感じ。これも湯気が出てる。本当やね、湯気出てるね。ああ楽しみ。じゃあお風呂入ってきます。いらっしゃい。
母ちゃん、はい、温泉どうでした？よかった。あーよかったね。はい。ちょっと混んでたわ。でもやっぱり土曜日やからそうね。か。女の人の子空いてないんだ。まあもう最終だったし空いてました。ちょっとね混んでましたね。ちょっとこう狭いなって感じでしたけど、お湯はねいいお湯だったと思います本当に適温で自分たちにはね。温まれました。なんかね、でこんな家紋かなこれ。なんかちょっとやっぱりこの辺りは家内も言ってたんですけどね、今歴史のあるものが多いみたいですね。真田家とかその前やったらね。でこれは源頼朝頼朝さん川原湯を通りかかると山中より湯煙がちょっともう多分読んだら棒読みで長くなるんでまたちょっとこう興味のある方はどうぞ。なんか温泉の匂いがそうね、このなんかねところどころからね湯気が立ってるんですよね。なのですごい温泉っていう感じしますね。やっぱり温泉入っとって露天風呂、ほんならなんかちょっと石油っぽい匂いするなと思ってて、えらいここの温泉はそんなのかなと思ったらあれボイラーやね横にボイラーがあったみたいで、なんかあれ温泉硫黄の香りじゃないな、ちょっと重油みたいな匂いするなとか思ったらボイラーがねありました。熱々にしてくれてました。でもこのベンチはキンキン冷え冷え、もうお尻冷たくなる。でさっきね外で家内と会ってでどうやったとか言ってて、でこれがね置いてあったんですよ1個ね。で置いてあったからこう持ったら1個しかないから、あれ1個しかないよって言ったら、私が忘れたと思ったでしょ自分がね脱衣所にまるっきりこのままねドーン置いてそのままああいい湯だったみたいに出てきてもうね家内にね大丈夫って本気で言われちゃいました。いつも家内に大丈夫って聞いてるのに今回は家内に大丈夫って、それも結構な冷ややかな目で一緒になってきたね。一緒なんです。夫婦はそんなもんです。じゃあ凪のところに帰りたいと思います。いいお湯でした。はい。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は4分です。運転お疲れ様でした。さっきね温泉に行って、今は道の駅吾妻峡かな、吾妻峡ですね。この辺に書いておきますね。に着きました。で今日はねここでもう休ませていただこうと思ってます。でここにはねドッグランとか広場があるので、そこでね凪を運動させて、でそれから晩ご飯してもう休むって感じですかね。もう眠たいんでもう早くね休ませてもらおうと思います。明日はね本命の草津温泉に行きたいなと、行ってみたかったなと思ってます。ではまず凪の散歩行きます。
あちゃん、はい。なんかお尻からビニール出てますよ。すいません。あちゃん、今日の晩ご飯は何ですか？温めるだけで。温めるだけのハンバーグ？温めるだけのハンバーグと、うんうん。切るだけの卵。あ、もう用意してきてくれたやつな。もう簡単にうんサラダと、ナギが三脚の足舐めてカメラガンガン揺れとった。ダメよ、それしたら。そんな顔してもダメ。めっちゃね、悲しい顔しようね、したね。三脚の足舐めて怒られる。やめて、またやってる。ダメダメ、揺れて。カメラ揺れるからやめて、もう何。ダメ、もうやめて、本当に。じゃあ今日はハンバーグと、こうあ今と日買ったおやきとかね。あ、おやきもね。それをちょっとレンチンしてね。レンチンして、はい。ご飯代わりに。いいですね。もう簡単です。あ、もう、あ、ほんまやな。早っ、早っ。今ついたばっかりやのにね。もうできた。早い。召し上がれ。はい。バッテリーは96%。よいしょ。今日はシェードします。よいしょ。シェードめんどくさい。よいしょ。よいしょ。いけたかな。あ、これはあれね。食後のやつね。そう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 。はい。これもあったっけね。これなぎちゃんのじゃないな。じゃあ違う。これはトータル。もうなぎ食べたよな。食べた。用意できましたか？温めるだけ。食べるだけな。残り物ばっかり。いいよ。明日は鍋やな。明日は鍋。寒いとね、雪降ってね。あ、ほんなら、なぎまだでしょ。みんな待ってるよ。今は道の駅吾妻峡にいます。で、ここで今日はね、休ませていただこうと思ってます。ここにはね、温泉もあるんですけど、この温泉にはまだ入ってません。ちょっと入ろうかなと迷ったんですけどね。まあ明日の朝入るか、ちょっと考えてます。はい、かなりね、大きなところだったんですけど、少しね、人が多くて混んでたんでね、今日はやめておこうかなと思って、明日の朝また考えようかなと思います。はい。ね。もう今朝は朝起きたらいきなりの吹雪で、そこから始まって、で、雪遊びもできて、雪遊びはね、今シーズン最後にもう一度したいなと思ってたんですよ。でね、それがね、うまくできてよかったなと思います。ここにはね、雪はないんですけどね、途中の峠のところにね、雪があって、すごく綺麗な景色やったね、本当にね。で、なぎも。遊べましたしね。もうなぎ今年最後やで。なぎちゃんよだれ垂らしてません？めちゃくちゃ。めっちゃよだれ垂らしてました。もうこの辺がつららみたいになってる。つららみたいな。やめてください。じゃあね、ご飯いただきたいと思います。じゃあいただきましょう。はい、いただきます。あ、このね、おやきよ。はい、あ、これかぼちゃ。母ちゃんね。これはそば入り野沢菜からいただきます。もうなんかおやき美味しいですって書いてたんで。安かったよ。だって1個なんぼよ。130円です。130円ですよ、これ。で、いろんな種類があったんですよ。この、そば入り野沢菜とか今持ってるのがね。で、あとはなんかいろいろな、なんかこれかぼちゃだし。これはかぼちゃ、おナスとか。ね、それがね、1個100、全部130円やったかな。すごい安いですよね、これね。本当に。美味しい。松茸ですけど、いいんですか？なぎちゃんに、どう？美味しい。好き。本当。美味しい。いただきます。香りが後からする。美味しい。ここにあれが野沢菜が出てます。野沢菜が出とちょっとね、野沢菜とか出てますけど。すいません。ただいまの時刻は7時30分です。気温はね、
そんなにね、外気そんなに寒くないんかな。なんかマイナスぐらいかなと思ったんですけどね、2.1 度ありますね。2.1 度ありますね。うん。室内は 15.1 度。今 FF ヒーターつけたんでもっと上がってくると思いますけど。もう今日はね、めんどくさがらずに、昨日また、シェード、昨日の夜全然寒くないわとか言って、シェードせえへんかったら朝起きたら雪バーって出てさ、もうなんか朝サブなんてた。でね、もう今、シェードしましたけどね。はい。ちょっと疲れたね。ちょっともうご飯パーッと食べて寝ましょうか。お母ちゃん、はい、コーヒー入りました。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。じゃあ暑いですか。開けたらヒヤッとしてる。ヒヤッとするね。ういん。ただきます。ただいまの気温はね、0度と 0.4 度とかこの辺りを行き来してますね。よいしょ。これ美味しそうやな。俺わらび餅好き。ね、好きな。いいの？うん。どう？結構あっさりしてる。あ、そう。食べやすい。うん。あんまわらび餅好きちゃうもんな。食べやすいね。あ、いい感じ。おいしい。おいしい。何か猫いる。もうだいぶね、中もいっぱいになって眠たいな。走ったからね。なんやかんや言うて、まあ走ったな。雪で走ったら体力使うよね。雪走ったら体力いるわ。なぎちゃん結構足長いけどこう待ってたもんね。待ってよ。また雪玉いっぱいできてきた。もうコーヒーも飲み終わってもう寝ようかなと思ってますね。あ、母ちゃん、はい、今日はなんか面白いこと何もしてないね。いや別になんか結構空振りばっかりやった。いやどっちかというと父ちゃんがちょっとねちょいずれが多かったよね。母ちゃんは今日空振りばっかりでしたね。なんかちょっといまいち、なんか父ちゃんはなんか不満やん。どういうこと？なんか普段はもうちょっと面白いのに今日全然笑ってない気がする。別に普通ですからこれがなんか面白くなかったらなんかあれやわ。なんかおっさん2人旅してる。あかんのかい。あ、なぎちゃんもおったね。そうそう。なぎはもう寝てます。ね、疲れたね。ハウスでもう今寝てます。よかったね。もうすごい顔して寝て。邪魔されたくないってね。じゃあね、お布団の用意をして寝ようかなと思います。今日は母ちゃんあんまり面白くなかったです。そんなことないです。何期待してんの？なんか派手に川に流されたりするかなと。事件殺人事件なんだ。殺人事件何も俺押してへんし一人でやってるだけ。今日もね無事家族が過ごせてよかったです。ありがとうございます。じゃあお布団の用意しよう。もう引けた。広げるだけだった？もう慣れてきたね。慣れてきた。ね。群馬県な。やっと来たね。群馬ちゃん。
群馬ちゃん、大間ちゃんだ、うん、群馬県ずっと来たかったからな、なんか嬉しいわ、群馬県結構温泉多いね。温泉すごいね。なんかもう全部入りたくなっちゃった本ね。当になんかそこそこにいい温泉がある。湯気がさ、やっぱりすごいいろんなとこから出てるもんね。そう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 。なかなかな、湯気ってそんなに、温泉言うてもそんな出てないけどな。温泉の魅力に取りつかれる。いい、よいしょ。ほんで忘れ物もしてくるし思い出したわ。温泉の一式忘れてきた。すっからかんで出てきてね、気よくね、気持ちよかった手ぶらでもう恥ずかしいよ。お前そんなんあったの。ただいまの時刻は11時16分です。なんやかんやしてたらいつも遅くなるんですよね。17分になりましたね。外気温は0度ですね。0度になってますね。マイナスにはいかないですね。0度ですね。明日はやっと行きたかった草津温泉です。日本一の湯量ってすごいですかね。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は天気めちゃいいです。ただいまの時刻は7時10分です。でね、もうナギの散歩も行って、その様子がこんな感じ。おはようございます。今朝はめっちゃ寒いです。もうめっちゃ寒い。で今はね、道の駅のドッグランにいるんですけど、ナギは今から初めてアジリティに挑戦します。すごい凍ってるけど大丈夫かな大丈夫かな、初めてですからね。じゃあスタート。寒い。このドッグランにはね、アジリティってのはちょっとだけですけどね、あったんで、今から初めてのアジリティ挑戦します。じゃあいけるかな。何聞いて。待てよ、待て。ゆっくりよ、ゆっくり滑るからゆっくりよ。どうない。はい、ゴー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 。いけた。おー、いけた。はい。ゴー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 。ノー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 。はい、おいで。おいで。はい、回る。はい、ゴーゴーゴー。ちょっと違うな、多分。次はシーソー行ってくる。シーソーいけるかな。もうちょっと離して。はい、ちょうだい。はい、ゆっくりよ、ゆっくりよ。はい、あれ？頑張れ。ない、こっちから。違う、おいで。ここから。はい、ゴーゴーゴー。はい、待って。わあ。どうや。ちょっと怖いね。すごいね。初めてにしたら上手。上手。上手やな、多分。すごい。練習したらできそうや。初めてにしたら上出来。やだ。うわ。食べんの。すごいね、ナギ。はい、
初めてのねアジリティみたいなねのがあったんですよ。ちょっとこう遊具的な、ワンちゃんの遊具的なものがあって、でそれやってみたんですけどね、初めて今日全然物おじせずどんどん行きましたね。あんまりねナギは怖がったりせずにね、何でもねするんですよね。なんかすごいなと思います、本当に。自分だったらねビビってねすぐできないと思います。本当にすごいなと思いますね、ナギは。びっくりしました。今日はね道の駅が今はね7時10分だったかな。今は7時10分11分とかですけどね、9時から道の駅が開くと思うんで、ちょっと道の駅が開いたらここで買い物をさせていただいて、で10時からお風呂が開くんですね。で今日朝5時半ぐらいから起きてるんですけど、かなりね体が冷えちゃって、お風呂ね入れたら入ろうかなと思ったり、今日はねお昼過ぎぐらいから草津温泉の方に、ここから草津温泉までは20キロもないぐらいだと思うんですけどね、で移動して、でその辺りで車中泊できる、多分ね駐車場でね RV パークではないんですけど車中泊が OK ですみたいな駐車場もあるんですよね。でも一度行ってみて、その辺りで車中泊をするかを決めてからそっちに行こうかなと思ってます。草津温泉には無料の駐車場もあるみたいなんで、ちょっと距離はね中心街からは離れるみたいなんですけど、一度そこに止めて、ざーっと草津温泉を見て、で車中泊したいなと思ったら、その駐車場で車中泊ができるところが3時から10時ぐらいまで車中泊できるっていう駐車場があると思うんで、そこへ行って車中泊をしようかなと。でもし草津温泉はもうお昼間ちょっと回って、もういいなと思ったらどこかね別の場所へ移動していきたいなと思ってます。それでは本日もよろしくお願いします。朝の片付けを取らなあかんよって家内に言われて、そうやったねとかって言ってね、で家内を今見たんですよ、こっちからね。だから家内がまたぎのような感じになって、こっち取ったらダメ。一方で寝とったからなんかね首に巻いてんのとね、頭のボサボサ感がねまたぎみたいでもそうちゃんもすごいよ。俺はいつものことやからあれやけどねだんだんね。でそう昨日ねこう下からここを持って上がろうと思ったら、この角で頭を打ったんですよ。ここの角でね。だからねここはねちょっとかさぶたになってるっていう。めっちゃ痛かったですけど、まさかにちょっと血が出てるとはみたいな。いやもうちょっとね、もう家内にはねもういい加減にパッドをつけなさいってすごい言われて、結局そうやなと思って、もうなんかちょっとね触ったらねちょっとだけですけどね、なんか1センチぐらいあるかなかさぶたみたいになって、いやめっちゃだって周りも赤くなっちゃって、ね気をつけてください皆さん本当にキャブコンとはいえ思いっきり立ったらダメですよじゃあもうちょっとね眠くってもう半分寝てたみたいだったんですよ。その時になんか全然見ずにドーンって立ったらガーンぶつけて、もうパッとなんかこういうところだけでもねなんか貼らないといけないなって、コメントでもね貼ってますとかってねいただくんですよ。やっぱり貼った方がいいかなと思ってね、なんか綺麗なねパッドが探しに行こうかなと思ったり、もうちょっと我慢しようかなと思ったり。いやいやもうだって気をつけててもなってるんだから。なってね、もうなんか最近よくね物が見えないんですよ。世の中が見えてないって家内には言われるんですけどね見えないですよね。なんかね
前はね帽子かぶってるからやと思ってたんですよ。かぶってないの最近はなのにやってしまう自分とね、あとは今朝なぎの散歩に行ってて、で足先がもうキンキンに冷えてたんですよ。寒かったですね。寒かった。で前だったら自熱でね、自分の熱でね温めて全然いけてたんですよ。本当に去年ぐらいまでいけてたと思うんですよ。でも二度寝しようと思って、今もう9時ぐらいなんですけど、9時過ぎてるかな、9時半とかなんですけどね、で7時過ぎから二度寝しようと思ってもう一回お布団に入ったんですよ。もうね全然温まらない。もうねすごい逆に冷えていくみたいな感じで、それをこう足をこうやって折ってね、ストレッチみたいなこういう感じして、でここでこう寝たんですよ。こうやってちょっともう一回説明したいわこうやってね、こうやってよくやるじゃないですか。こういう状態からこういう感じでね、こういう状態にしたんですよ。でこれでここでこうやって手でこうやって温めようと思ったんです。温めようと思ったら右足の太ももが思いっきりつって一人でバックで「うえー!」みたいなってなって、ああまた時が流れたなと思って思ってました。はい、今二度寝が終わって二度寝が終わって今から物産館の方見に行きたいと思います。これが楽しみで来てますから行ってきます。で温泉はね入れそうだったら入ろうかな。体めっちゃ寒いしめっちゃ冷えたんで足がねまだちょっと冷たい。足はあるね。でもここねでもさっきは入ってなかった、お湯が入ってなかったけどね、もし足あったら足湯に入ろうかなと思ったりしてます。じゃあ物産館で野菜見に行きます。何買いました？リンゴがあったんで、リンゴねちょっとあったね。はい。これ椎茸と。椎茸美味しそうやな。今日のこれ今夜の鍋に。豆腐をね売ってたんで、豆腐ね。ふきのと天ぷらね。季節的にね。まあこれは家でやるいいですね。父ちゃん絶対唐辛子大好きだよね。毎パ回スタね買うね。作るときにどうしてもいるから。でもでっかいこんなでっかいのをね初めて見たね。リンゴね。これがねリンゴです。もう最後のリンゴかな。なんかやっぱ季節時期的なもんなんやろうなこういうのって。朝風呂入りたいと思います。群馬ちゃん。ちょっとそういうことに敏感な。温まりました。今のやめとこうか。母ちゃん。はい。お風呂。はい。いいお湯でしたね。はい。道の駅にねお風呂があるっていうのはやっぱりいいですね。入ろうかな入らないでおこうかなとかいろいろね悩みながらやっぱり入るんですけどでもその選択肢があるっていうのがいいですね。どこまで行かないといけないって言ったら大変ですけどね。じゃあちょっとナギをもうちょっと散歩をしようかな、してから移動しようかな。今日はもうゆっくりでいいです。草津温泉まではね20キロぐらいだと思うんで、今日の目的地はそこなんであんまりもうわわーっと移動しないで、昨日結構移動しましたからね、今日はゆっくりします。じゃあナギのところに戻ります。おいでナギ。上手。できるかな。できるやろ。ちょっと難しい、ね。まあ円じゃないからなそれ。なんかやり方がわかんないこれ。落ちてくるね。まあもう足開きすぎじゃないの。でもこうやけど落ちてくる。それが足どうなんやろな。落ち相変わらずですね。なんかツボにはまるんですよ自分が。じゃん。ナイジャンプ。ああ上手なぎ。もうなんか覚えたな。
ジャンプ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 。わあ、すごい。じゃあゴー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 。わあ、すごい。何？ネギちゃん、すごいね。なんかいきなりこれをやれって言われてるんですけど、毎朝握力がねないんですよ。手首骨折してて。いやおねが出とったけど。マジ？帰ってきました。やっぱり戻っていくんや。俺のタイミングがわからん。はい、はい。ちょっとなんかやっぱり暑いね。よいしょ。こっちはいい？うん。開けようか？開けました。力がねえわ。はい、どうぞ。え、いいの？はい、先どうぞ。美味しい。うん。なんかさ、ちょっと冷たい。ほんとなんかいや。水入れますか？めちゃめちゃめちゃうわ。小沢の。ちょっと。すごいね、お水。何じゃん。なぎさんはびちゃびちゃやね。あつあつあつあ。いい天気やわ。うん。いい天気めっちゃ。ね、天気良くてよかったね。うん。風もあんまりさっきの朝風あったけど、うん今もう風ない、うんうん。朝寒かった寒かねっ。た。朝は寒かった。ね昨日の夜から今朝にかけての最低気温はマイナス 0.9 度ですね。見えるかな、ちょっと逆光で見えてないかもしれないですね。マイナス 0.9 度でした。よいしょ、これですね。で今はね、もう外気温計は室内に入れてるんで、ちょっとね温度はあんまり当てにならないんですけどね。あったかいですね。うめっちゃあったかい。うん、すごくあったかい、気持ちいいですね。今日はもうねゆっくり回ります。もう本当にゆっくり行って3時ぐらいに草津温泉ぐらいかな。うん、本当に。じゃあ母ちゃん、はい。道の駅吾妻峡をね出発してもう長くいさせていただきました。はい。でここを出発してね草津温泉に行きたいと思います。じゃあ出発しましょう。もう温泉やんなこれ。すごいな。この信号を左です。草津温泉はい。着きました、はい西のなんとか公園の駐車場、無料駐車場に今止めて、うんでここから草津温泉の温泉街をぐるっと散歩してみて、はい。でまあ大丈夫、自分たちがねリラックスできそうだなと思ったらここで車中泊できる場所があると思うんですね。RV パークではないんですけど駐車場でそれができるんだと思うんですけど、そこに移動しようかなと思います。はい。まああんまり混んでいたら、まあ多分混んでると思うんですけどね、混んでいたら温泉だけ一つね、大野滝だったかな、なんかそういう温泉があるんですけどね、そこは入ってみたいなと思ってるんで、そこに入って、で群馬県の東京方面になるのかな、そっちの方に富岡製石場があるあたりの方に下っていくのも考えてます。はい、じゃあとりあえず
初めての草津温泉散策ちょっと楽しみやね。楽しみですね。行ってきます。なぎも一緒です。行けるかな、なぎちゃん。僕も入れますか？僕は温泉には入れますよ。入り口までご一緒します。じゃあ行きましょうか。はい。行きましょう。ありがとうございます。お父ちゃん、またお土産の時お願い。ありがとうございます。いただきました。すごい人、美味しい。美味しい。美味しいです。それはなぎが大変で、人がすごいですね。人が多いから初めてやからな。倉淵温泉っていうのかな。なんか、源泉かけ流しでって峠を越えてる途中にあったんですよ。聞いてみたら入れるそうなんで、入ってみようかなと思って、はい、とりあえずなんかこういうのがいいね。草津温泉もすごい人こんなとこですけどね、ちょっとレトロな感じどうですかね。まあ行ってみましょうかね。こういうなんか峠の温泉とか結構期待しますね。大冒険。大冒険。ワクワクしてきた。ちょっとレトロな感じ。どうかな。いや。ああ、すごい。めっちゃレトロな感じ。すごいなこれ。めっちゃ寒いほんで。ここめっちゃ寒いですよ。すごいな、めっちゃレトロな感じ。露店は入れませんって書いてある。あ、そうなんや、残念。よし。母ちゃん、はい、どうでした？よかったです。よかったね。一人でした。ゆっくり入らせてもらいました。温泉はね、結構昭和のね香りがすごいする。でもそれは雰囲気としていい感じだね。いい感じでした。なんか歴史をね、すごく感じるような、お風呂だったのと、あとはね、トイレ入ったの。本当。そんなトイレ入ったのいいってなる。トイレ入ったんですよ。そしたらね、なんか下がねカチャカチャなるんで、なんかこうなんかちょっとこうカチャカチャどこ踏んでもカチャカチャなるんですよ。でこれなんかカチャカチャなるようになってんやなと思ってなんかいい音やね、またカチャンカチャンって言ってで見たらね、下のタイル全部割れてたって割れてるやん。大丈夫？いや大丈夫やったけど割ってない。でもお風呂に入ってたらね、お風呂もさ、ヒノキのお風呂だよね。でもヒノキがねやっぱいいようにちょっとこう朽ちてるんですよ。縁も下もね、特に湯船の底のヒノキがすごく朽ちてて、それがまたお尻に刺さる。そう本当？刺さる。節のところがとんがって出てて、どこ行っても痛い。女の
人の湯は、ちゃんとヒノキ張り替えられてて男の人のは綺麗だった。汚くはないけど、すごい朽ちてた。本当？下の石見えてたもん。男の人のなんか疲労が激しい。本当。りょうさん入ってんのかな。入ってはんちゃうかな。でね、お風呂入っててね、だから最初一人だった途中で一人になったんですけど、で一人で気持ちいいなと思って入ってたらね、ドアがガラガラって開いて見たらね、すっごい大きなおじさんが入ってきて、お風呂にね、その方が入ってきたらお風呂の湯船のお湯がね、ブワー入れてね、私すごい波に揉まれてるみたいな、すごいジブリみたいでした。いいお湯でした。じゃあなぎのところに帰ります。よかったね。よかった。エゴマとじゃがいもも買いました。よかったね。そのじゃがいも今日食べれる？食べれるかな。鍋に入れる。鍋にじゃがいも。なんか間違ってる気するな。間違ってる。温泉良かったね。気持ちよかった。もうなんか眠たなで草津温泉でめっちゃ疲れた。なんかめっちゃ眠たいわ。もうここからまだ30キロぐらいかな。でももうね、お風呂に入ったからね、母ちゃんが全然見えへんねんけど、なぎしゃまでかくね。でかくなったね。もうネギは草津温泉でもうめっちゃ疲れて、もう爆睡してたみたいで、初めてじゃない、帰ってきてもナギが出てけへんかった。お迎えなかったね。寝てましたね、ナギはね。今からね、道の駅また忘れた。よいしょ。妙義。道の駅妙義ひらがなでは、今から道の駅妙義の方に向かっていきたいと思います。途中でね、スーパーマーケットがあったらスーパーマーケットに寄って、今晩はお鍋、きのこ鍋、もうめっちゃ楽しみなんだけど、きのこたちね、きのこ鍋しようと思います。はい、じゃあ出発します。左行け。母ちゃん、A コープ、ここはね、道の駅妙義の近くだと思うんですけど、道の駅に行く前にA コープスーパーマーケットですねに寄ろうと思って、夜ご飯の買い物ですね。眠たかった。なんかね、峠道でね、眠すぎて本当に崖に突っ込んできそうじゃあ買い物行ってきます。地方のね、来た時にスーパー寄るの面白いね。そうそう、楽しみです。いろんなもんがあってね。じゃあ行きましょう。すごいな。もうなんか生活感満載。お風呂行ったから。刺身のお肉にね、いろいろ。半額やったね。ヤギちゃんのマグロとか。半額でよかったよ。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は8分です。運転お疲れ様でした。高台にあんね。めっちゃ見晴らし綺麗。